こんにちは、ゴンズです。今日ご紹介する本は、フラッシュボーイズ10億分の1秒の男たち、マイケル・ルイスさんの作品です。私、この本を読んでびっくりしました。何しろタイトルにもあるように、10億分の1秒をめぐって大勝負が繰り広げられているわけです。私も普段から時間管理は大切だって思ってますけど、ここまで極めて速さを追い求める世界があるなんて正直想像していませんでした。この本を読むと、ウォール街の新しい姿や、目にも止まらない速さの取引によってどんな影響が出ているかを知ることができます。つまり、読後は、金融の世界って実はこんな風になっているんだ、と、視聴者の皆さんの視界がぐっと広がるはずです。私自身、そんなことが裏で起こってたのか、と思う場面だらけでしたし、ビジネスを志す上でも、情報やインフラを制する人がどれだけ強いか、がリアルに伝わってきました。皆さんのビジネススキル向上にもつながる話がたくさん出てくると思いますから、最後までぜひお付き合いくださいね。まず本の概要からお話しします。このフラッシュボーイズ10億分の1秒の男たちは、簡単に言えばアメリカの株式市場をめぐる物語です。著者のマイケル・ルイスさんは、金融やスポーツなど様々な業界を徹底取材して鮮やかに描き出すことで有名な方です。この作品では、とにかく速さが勝負の鍵になる超高速取引に焦点を当てていて、かつては立ち会い上で大声を張り上げながらトレードしていたウォール街が、今ではどう変わったのか、そのからくりを解き明かしているんです。実は、かつて画面に映っていた株価テロップや、証券取引所のフロアで手を振り上げる人々は、もう過去の遺産みたいなものらしいです。今のウォール街は、ニュージャージー州の秘密めいた建物に大量のコンピューターサーバーを置いて、高度なアルゴリズム同士が超高速で注文をぶつけ合っている状態だとか、一瞬のうちに相手の注文をキャッチして、その裏をかくような指し値を先回りで入れるなんてこともやっているそうです。こうした動きは素人から見るとなんか怪しい仕組みなんじゃないのと思わず言いたくなるわけですが、その全貌を暴いたのが本書なのです。ちなみに著者のマイケル・ルイスさんは、世界的に有名なジャーナリストでもあり、鋭い取材力を持って生々しい現場の声を引き出すのが得意です。この方、いろいろな企業の裏話や投資銀行の現場に入り込んで、そこにいる人たちの視点から物語を紡ぐスタイルが特徴なんですよね。私もいくつか別の著書を読んでみたんですけど、どれもストーリー仕立てで、とてもわかりやすく知識が頭に入ってくる感じがします。今回のフラッシュボーイズでも、主人公たちがいろんな矛盾に気づいて、ウォール街の市場はおかしいぞと問題提起しながら奮闘していく展開になっているので、まるで小説を読んでいる気分で金融の勉強ができます。なので、金融って難しいから無理という方でも、割とストレスなく読み進められると思いますよ。では、この本の肝になるポイントについて、私なりに3つから4つに整理してお話ししますね。1、ウォール街の変貌。2、超高速取引のからくり。3、先回り売買の恐ろしさ。4、正義を通そうと奮闘する人たちの物語。大きく言えば、こんなところかなと思います。それぞれざっくり説明してみますね。1、ウォール街の変貌。これは昔は立ち会い上でフロアトレーダーと呼ばれる人たちがみんなでワイワイ指を立てたり叫んだりしながら株の売り買いをしていたあのイメージがすっかり消えてしまったという話です。テレビで見ると未だにニューヨーク証券取引所のフロアに立つ人々が映し出されることはありますけど、実際にメインで取引を成立させているのは別の場所なんです。それも多くの場合は、ニュージャージーに存在する巨大サーバーがぎっしり並んだ施設。そこのマッチングエンジンで売買が瞬時に処理されているんだそうです。私としては、それだけでも、もうそんなことになってるのとびっくりでした。昔の映画で見たような株価が暴落してフロアがパニックみたいな光景は、今のリアルじゃないってことなんですね。すべてはコンピューターの中に収まっていて、しかもそれを制する者が株価の動向をある程度までコントロールしてしまう状況が生まれつつある。そこがすごく大事なポイントだと思います。2、超高速取引のからくり。これはミリ秒。さらに細かく言うとマイクロ秒や
ナノ秒の単位までが影響を及ぼす取引モデルですね。私たち一般人には、それで何が変わるのって感じですけど、たった1ミリ秒の差が何十億円もの利益を生み出す世界だって言うんだから唖然とします。具体的には、ある銘柄を購入しようとした瞬間に、超高速トレーダーたちがそれを先にキャッチして、他の取引所でパカッと株を抑えちゃう。で、こんな少し値段が上がったタイミングで私たちが買わされる。私の言い方が荒いかもしれませんが、実質的には先回りして儲けるビジネスモデルが横行しているってわけですよ。しかもそれは違法スレスレかというと、ルールが整備されていなかったり、グレーゾーンが広がっていて、完全に黒とも言えないらしいんです。そうなるとこれって誰かが得して、誰かが損している構図なんじゃないか、と感じますよね。この本を読むと、そりゃもう誰が得して誰が損しているかは一目瞭然じゃないと納得できると思います。3、先回り売買の恐ろしさ。実際、超高速取引業者は、莫大な資金を機器や光ファイバーのレイアウトに使って、0.001秒よりもっと小さい単位のスピードを稼ぎに行きます。シカゴとニューヨークを直線で結べば数ミリ秒縮まると言って、岩盤を掘りまくって光ファイバーケーブルを敷設するなんていうすごい話も本書には出てきます。高速道路でもないのに、できるだけまっすぐに配線を通すから、ちょっとそこどいてくれみたいな乱暴なことをやっていて、なるほど、お金の匂いがするところには人が集まるし、異常な行動力が発揮されるんだな、と思いました。速さを手にすることで、相手の注文を先回りして、ほんの数ペニーかもしれないけれど、膨大な数の取引を繰り返せば、それが積み上がって気づけば数百億ドルの世界になる。そりゃみんな躍起になりますよね。でもここで怖いのは、市場に本来あるはずのフェアな価格形成が歪んでしまうことだと私は思うんです。先回りされる側から見ると、自分の買い注文はなぜかいつも高い価格で成立している気がするし、売りだって少し安く売らされちゃう。こうして一般の投資家のお金がずるずると超高速トレーダーの懐へ流れていく構図だとしたら、ちょっとゾッとしませんか？しかもそれを見抜くのも難しい。何しろ画面に表示された注文が瞬時に消えてしまうとか、私たちの認識速度よりはるか先を掴んで売買してるわけだから、追いつこうにも追いつけない。その謎を解明するために奮闘するのが本書に登場する人物たちです。4、正義を通そうとする人たちの物語。この本には、ブラッド勝山さんという主人公格の人物が出てきます。カナダ出身で、ウォール街のど真ん中で、こんなのは不公正だと気づいて声を上げ、仲間を集めて戦いを挑んでいくんですね。私はこのブラッドさんの姿勢がすごく胸に響きました。確かに、ウォール街の大半が超高速取引の手口で儲けている中、これって何かおかしくないと、良心的な疑問を感じても、自分が稼げるなら見て見ぬふりをする人が多いかもしれません。でもブラッドさんたちは地道に実験して、注文を送る順番や到達時間を全部合わせれば先回りされないんじゃないかって工夫しながら、すごい速さで動く市場に対抗できる仕組みを作ろうとするんですよ。そうやってどうやら新しい取引所を立ち上げたり、あるいは大手投資家に正しい理解を広めたりして、結果的にウォール街の既得権益を揺るがすことになる。マイケル・ルイスさんはこの過程をものすごくドラマチックに書いていて、私としては読んでいて本当にワクワクしました。お金のためだけじゃなく、正しい市場のために動くってかっこいいですよね。ここからもう少し具体的なエピソードをお話ししますと、一番印象的だったのは、アイルランド出身の技術屋さんが出てくるところです。作業服のままトレーディングフロアでケーブルの長さをあと数メートル短くするだけで、これだけの速さが稼げるんだと説明して回る。でも周りは、なんでそんなことが大切なんだと思う。それが実際には莫大な利益を生む鍵になっていくわけで、技術の世界と金融の世界がこんな風につながっているのか、と目から鱗が落ちました。また、先ほど言ったシカゴからニューヨークを結ぶ直線のファイバーを引くプロジェクトもスリル満点で、まさか山を爆破してまで最短ルートを確保するなんてね、というほど壮大なことを平然とやるんです。これを知った時はちょっと漫画みたいに思いましたけど、
実際に起こった話だというから驚きですよね。私自身は仕事でネットを使いますが、こうした通信インフラが世界レベルで張り巡らされている現状には想像を超えるものがあると感じました。もう一つ、この本のすごいところは、簡単にあらすじを追うだけでも面白いのに、そこからビジネス一般にも応用できる学びがある点です。例えば、競合相手よりほんの少しだけ早く動くことがどれほどの強みになるかというところですね。これってたとえ金融以外でも、他家社が動き出す前に素早く仕掛けるとか、トレンドをいち早くキャッチするとか、いろんなテーマに通じると思うんです。私も企業を目指している身として、スピードは単なる時間の節約だけじゃなく、相手に与えるプレッシャーにもなるんだな、と実感しました。また、それだけ速さを追求するには、インフラや技術の情報が必要で、いわゆる専門家の知見がめちゃくちゃ大きな決め手になるというのも印象深いです。だからこそ、会社の部門間のコミュニケーションや、自分の知らない分野を認める謙虚さが大切なんだろうなと感じました。一方で気をつけたい点として、難しいカタカナ用語やアルゴリズムの話が結構出てくるので、全部を細かく理解しようとすると、ちょっと疲れる可能性はあります。でもマイケル・ルイスさんの書きっぷりは物語調なので、専門用語を全部飛ばしても楽しめるはずです。もし背景知識をもう少し補足したいなら、インターネットで超高速取引とかフロントランニングという用語を検索すると、簡単な解説サイトがいくつか出てくると思います。それからビジネス書としては、アメリカ市場の具体的な内情が中心なので、日本の株式市場だとどうなんだろうとか、日本にもこれと同じことが起きているのかと疑問に思う人もいるかもしれません。本書の解説部分にも少し出てきますが、日本でも取引所の電子化がどんどん進んでいるので、完全に他人事じゃない可能性が高いですね。それでも私はぜひ読んでみてほしいとお勧めしたいんです。なぜなら金融業界だけでなく、世の中のあちこちでも、ちょっとしたスピードや情報格差が大きな勝敗を左右する時代になっているからです。インターネット通販やフードデリバリーの世界でだって、注文画面を最適化して、ささっと顧客が買えるようにすると、売り上げが跳ね上がる、みたいな話ってありますよね。そういうものをさらにド迫力かつ極端にしたのが超高速取引の世界。しかもオールバイレベルの莫大なお金がうごめいているわけですから、速さは金なりという言葉は、ここまで生々しく具現化されているケースはないんじゃないでしょうか。読んでると正直、こんなのありなのって突っ込みたくなる面はあるんだけど、それがまたリアルで、そうした摩擦や矛盾を解決しようとする人間ドラマも熱いんですよね。実は私、この本を読む前後で自分の行動もちょっと変わりました。どう変わったかというと、情報を得る速度や、それをどう活かすかを強く意識するようになったんです。起業をする上でも、ビジネスチャンスは一瞬で過ぎ去ってしまうことがあるから、フットワーク軽く動くことが大切だな、と改めて思わされました。そして何より、ごまかしやズルに近いことをしてまで稼ぐ必要があるのか、という倫理的な問いも同時に考えさせられます。超高速取引はルール違反なのか非か、まだ決着がついていない部分も多いみたいですけど、結局は市場や顧客をないがしろにして、一部の人間だけが声太る構図になっていないかが大切なんじゃないかな、と思うんです。この本に出てくるブラッドさんたちが真っ当な取引環境を取り戻そうと奔走する話には、そこへの継承も込められていると私は感じました。ビジネスパーソンとしてこの本を読んだ時のメリットは、1、複雑化する金融市場の仕組みを除ける。2、IT 技術とビジネスが融合する時の凄まじい威力をイメージできる。3、ほんのわずかな違いが競争力を大きく左右するという現実を学べる。4、善意や正義を追い求める人々の奮闘が、実は何倍も大きなイノベーションにつながるかもしれないという希望を感じられる。こうした点にあると思います。さらに応用範囲も広いです。金融じゃないから関係ないと思う方もいるかもしれないけれど、あらゆる業界でインターネットやコンピューターは活用されているわけだし、スピードや情報の格差をどう乗り越えるかという課題は普遍的です。誰かが情報を先にゲットして大きく稼いでしまうことは、
ネット通販でもゲームでも大なり小なり起こっているんですよね。一方、本書を読む上での注意点やデメリットとしては、やっぱり専門用語が多いのと、金融の枠組みをある程度知っていないと、最初は少し戸惑うかもしれません。そこをどうしてもかいつまんで理解しようとすると、あれ、ウォール街は今何してるのとか、結局どこが悪いのと混乱する人はいると思います。でも、この本の場合はストーリーが強力なので、ある程度流れに乗って読んでいけば、あ、ここはこういう抜け道になってるのかってイメージで保管できるはずです。それに加えて同じテーマを扱った本はいくつかあるんですが、マイケル・ルイスさんの作品は読ませる力がずば抜けています。なのでスイスイ読めてしまう。興味が湧いたなら迷わず手に取ってみるといいと思いますよ。最後にまとめますと、今日お話ししたポイントは、1、ウォール街がコンピューター化でガラリと変わった。2、超高速取引でわずか10億分の1秒でも利益が決定づけられる。3、先回り売買が繰り返されることで、一般投資家のお金が吸い上げられるような構造が目立つ。4、それでもこの不正とも言える構造を正そうとする人々が声を上げ、システムを変えようとしている。こうした展開を通して、速さや情報の扱い方、技術者とビジネスの連携、そして何より正しい姿勢を貫くことの意味を再確認できます。この内容は日常生活にも活かせる部分が大きいと私は感じました。速さやシステムの裏側を侮ってはいけないし、かといってズルをしても、いつかそのツケは自分に返ってくる。長期的に見て信頼を得るのは正しいやり方なんだ、というのが本書を通じての大きなメッセージじゃないでしょうか。私もこの考え方は企業を目指す上でも大事にしたいと思います。というわけで、今回はフラッシュボーイズ10億分の1秒の男たち、マイケル・ルイスさんの本をご紹介しました。速さをめぐるすごい攻防戦に加えて、それに翻弄されながらも、新しい取引所を作り出す人たちの熱い物語でもあります。ページ数はそこそこありますが、一気に読めてしまうと思うので、ぜひ読んでみてくださいね。これからもこんな感じで教養になる本を紹介していきますので、よかったらチャンネル登録お願いします。また紹介してほしい本があればコメントで教えてください。では、ポンズでした。また次回の動画でお会いしましょうね。